こちらの写真をご覧ください。顔を青く塗っているように見える男性が写っています。彼の名前はドニー・スナイダー。カナダ中東部に位置するオンタリオ州スカボロー在住の27歳の男性なんです。まるでパフォーマンス集団ブルーマンのように青く塗られた彼の顔。仮想パーティーにでも参加しているのでしょうか、それとも何人かに負けた罰ゲームで塗られてしまったのでしょうか。正解はどちらでもないんです。なんとドニーさんの顔の青色は全てタトゥーなんです。青のタトゥーを顔中に入れた男、ドニー・スナイダー。彼はなぜこのような見た目になることを選んだのか。そこには私たちの想像の及ばないある切実な動機が隠されていたんです。はい、どうもコメント欄隅から隅まで全部見てるケンちゃんです。どうもやみやみこです。というわけでですね、本日はですね、カナダのドニー・スナイダーさんという顔中が青いタトゥーで埋め尽くされたやばい人を紹介していきます。なんで彼こんな見た目になっちゃったんですかね。多分あれ、耳かじられて青くなっちゃった。ドラえもんだね。まあね、そんな感じでね、彼ね、結構見た目派手なんですけど、やっぱね、光が当たるっていうことはね、やっぱ影もあるんで、彼はね、ちょっとね、ある切実な理由によって、こんな見た目になってしまったんです。それではご覧いただきましょう。青タトゥーの真実。顔中が青いタトゥーで埋め尽くされたドニーさん。なぜ彼はそんなタトゥーを入れることにしたんでしょうか。まあね、さっきからね、顔中とか言ってるんですけど、本当はね、顔だけじゃないんですよ。マジ？こちらの写真をご覧ください。これを見ると顔や首だけではなく手足が青く染まっていることがわかります。もちろんこれも塗料ではなくタトゥーなんです。そう、ドニーさんは顔だけでなく体のほぼ全てに青いタトゥーが入っている全身青い男なんです。まあこんな見た目なんで、こんな見た目っていうのも失礼なんですけど、結構ね、街歩いてるといろんな嫌な思いをすることが多いみたいなんです。この見た目ではまともに働いていないように思われたり、危険な人物に見られることがよくあるドニーさん。ドニーさんの体を指でこすり、塗料のようにタトゥーを落とそうとする人や、T シャツをめくり上げ、どこまで染まっているかをいきなり確かめてくる人。人々はいろんな形でこの変わった見た目のドニーさんをバカにしてくるんです。街で写真を撮られることなど日常茶飯事なんです。いや、なんでそんなわざわざ嫌な思いまでしてそんな姿になるのよ。意味わかんない。まあ彼がね、青く顔をね、染め始めたのは、2017年に遡るんです。実はドニーさんの全身の青タトゥーは一度に入れたわけではないんです。一番最初のきっかけは彼の妹。ドニーさんの妹はタトゥーを入れるスキルを持っていて、その妹の勧めで足にターコイズブルーのワンポイントタトゥーを入れたんです。小さく決して派手ではないタトゥーだったんですが、もともとこの色が好きだったドニーさんはこれを痛く気に入るんです。そして間もなく全身にこのタトゥーを入れるプロジェクトを思いつき、すぐに実行に移したんです。いや、その色が好きだからっていきなり全身にしようなんて頭いかれすぎじゃないこの人。好きな色とはいえ全身はあまりに目立ちすぎますよね。通りすがりの人は警戒するでしょうし、周りにも理解されにくいでしょう。しかしドニーさんがこのプロジェクトを始めたのには立派なきっかけがあったんです。ドニーさんはタトゥーを入れる前、フォークリフトの運転手として働いていたんです。その頃の彼はなかなか周囲に溶け込めず引きこもりがちだったと言います。浪人中の俺だわそれ。自分に自信がなく精神的にも不安定で惨めな人生だったと本人も後に語っているんです。タトゥー入れた前と後で惨めさって変わるもんなの？これどういうこと？変わります。いや、あんた自信満々ね、すごい顔が。変わります。足に入ったワンポイントタトゥーを見た時にもしかしてと思ったドニーさん。そして彼は全身青タトゥー計画を進めていったところ、彼に大きな変化が訪れるんです。なんと彼の不安定な精神が健康になったんです。いや、おかしいだろお前これ。もう意味わかんなすぎるでしょ。どういうこと？なんで不安定なのが安定するのに青くしただけで。それ色の効果ってこと？安定します。だからなんであんなそんな自信満々なのか今までない。安定します。体が青く染まっていくにつれてドニーさんのメンタルヘルスは安定していったんです。自信がなかった自分を好きなように染め上げていくことで彼の心は次第に元気を取り戻していったんです。タトゥーを入れる前と入れた後を比べた写真がこちら。いや、これも分かりづらいけどな。青く染まる前のドニーさんは髪が伸び放題の見た目にだらしがない男っていう感じですよね。それに比べて今年の2020年全身青になったドニーさんの顔からはなんか心なしか自信が溢れてるように見えないですかね。見えないです。見えます
初めはドニーさんの母親をはじめ、見た目があまりに奇抜になっていく彼のことを受け止められない人もいたんです。そりゃそうやわ。しかし引きこもりがちだったドニーさんが変化していくにつれて、周囲の人々の心境も変化していくんです。そして今では完全に彼を受け入れているというんです。現在ドニーさんは自身がデザインしたアクセサリーを販売し、それで生計を立てながら引き続きタトゥーの代金を稼いでいるんです。パッと見た限り危ない人に見える全身青タトゥー男は、見た目を自分好みに変えたことで自分だけの幸せを手に入れた人だったんです。全身青にし幸せになれるってことも、あんたもなんか、もう全部赤く塗ったらいいんじゃない？幸せになれるんじゃない？あんた。まあ先ほどのねスナイダーさんは自分を変化させて変わっていった人なんですけど、続いて紹介するのは自分を変化させない人を紹介していきたいと思います。インドの奇妙な老人。皆さんまずはこちらの写真をご覧ください。随分高齢に見える男性が頭に濁った色の帽子なのかターバンなのか、そんなものを乗せているように見えますよね。うんこじゃないのこれ？まあうんこかもいや否定しなさいよ、そこは絶対うんこじゃないわよ。彼の名前はドッタパリア。言いづれえなこれ。インド南西部にあるカルナータカ州チトラドゥルガ県に住む、言いづれえなこれ、に住む御年95歳の大ベテランなんです。まあこのね頭に何かを載せた老人の動画なんですけど、世間に公表された時、大きな話題になったんですよね。なぜインドに住む頭に何か大きいものを乗せた老人、もう噛んじゃうわ。最近矯正始めたんで許してください皆さん。そんなに話題になったのでしょうか。これで曲芸でもするんでしょうかね。実はこの頭に乗せているもの、乗せているんではなくて生えているんです。そう、ターバンのように見える巨大なこれはドッタパリアさんの髪の毛なんです。いやおかしいだろお前、綺麗これ。もはや髪の毛っていうよりは巨大なオブジェのように見えますよね。彼は巨大なこの髪の毛を頭に巻いた老人として話題になったんです。すいません、ちょっと僕もつぼっちゃってます。ではね、このドッタパリアさん、どれぐらいね髪をね伸ばし続けているのでしょうか。95歳のドッタパリア老人が巨大なオブジェに見えるぐらい伸ばし続けたこの髪の毛、一体いつから髪を伸ばし続ければこんな異様な見た目になるんでしょうか。ドッタパリアさんが髪を伸ばし続けている期間はなんと95年に及ぶんです。すげえなこれ。というわけでね、彼はね生まれてから一度も髪を切ったことがないレベルで伸ばし続けてるんですよ。すごい臭そうじゃない本当に。長い髪の毛を頭に巻きつけてまで切ろうとしないドッタパリアさん、綺麗。とても快適に生活できているとは思えないですよね。実際ね、95歳という高齢のドッタパリアさんはその巨大な髪の重さを支えきれておらず、おぼつかない足で周囲の助けを借りながら歩いているんです。いや、めっちゃ周りに迷惑かけてるやんこれ。なぜ彼がそんな不便な暮らしをしてまで髪を切らないというのでしょうか。ですがね、これにはねれっきとした理由があるんです。ドッタパリアさんが不便を耐えてまでこんなに巨大な髪の毛をキープするその理由、それは彼が神様だからなんです。いやもう意味わかんねえわこれ。この人もあんたも正気で言ってんのこれ。正気で言えないぐらいのこの思い。突っ込まないわよ。ドッタパリアさんは自分自身を神様だと信じているんです。自分は特別な使命を持った人間で、この髪の毛を切ることは今の神聖な立場を失ってしまうことにつながる。彼はそんな風に本当に信じてるんで、不便を強いられても巨大なこの髪を切る選択をしないというんです。まあね、自分のことを神様だと思って髪をね切らないこのドッタパリアさん、まあ、一見ちょっとヤバそうっすよね、普通の人。でもなんか私わかるわよ。どういうこと？私も神様だから。そう、まあ、そんなね95年もね髪を伸ばし続けたドッタパリアさんのことを周囲の人はこう思ってるんです。すいません、噛んじゃいました。神の住む村。特別な使命を持っているからと巨大なこの髪を切らないドッタパリアさん、歩くのも一苦労の彼を周りの人々は一体どんな風に扱っているのでしょうか。まあ、そうなんですよね。自分がね思ってる通り、周りの人もドッタパリアさんのことを神様だと思ってるんです。現在のオブジェのような頭に巻かれた髪を整えているのも村の人々なんです。さらにドッタパリアさんの髪の毛に触れることは神様からの恩恵に預かれる行為とされ、競って触りに来るんです。迷惑だな。ドッタパリアさんの髪を触るためだけにはるばるこの村にやってくる人もいるくらいなんです。暇人かよお前。つまり彼は自分で思っているだけではなく、周りにとっても神聖な存在なんです。だからこそ不便に耐えてまで髪を伸ばし続けるドッタパリアさんを村の人々も一緒になって守り続けているんです。まあそれではね、
95その95年ね、髪をね、じゃちょっと英語待ってるか分からんすわ、どれぐらいね髪長いと思います？背丈は超えてるわよね、おそらくだろうな。一般的な男性だと大体は10センチもいかないくらいの長さなんですが、女性だとしても50センチもいけば十分ロングヘアの部類に入りますよね。そんな中、この95歳の老人の髪の長さ、皆さん一体どれくらいの長さだと思いますか？なんと 7.3 メートルにも及ぶんです。もうセンチの単位変わっちゃったわこれ。写真のように頭に巻きつけているからその長さが想像しづらいんですが、平均的な男性が4人縦に並んでもまだ髪の毛の方が長いんです。そんな 7.3 メートルを頭に巻きつけ生活しているドッタパリアさん、サイズは顔の2倍以上になり、95歳の体には相当応えますよね。もちろんね、大変なのはね、本人だけではないんです。そしてそれを神と崇めて力になるという村の人々。7メートルを超える髪を巻く作業は数人がかりの作業なんです。大切な髪の毛が地面に触れて汚れないようとても慎重に行われます。神であると信じ大変な生活を背負う老人と、それを助け救いを求める人々。そこにはきっと我々には理解し得ない村に暮らす彼らだけの願いと祈りがあるのでしょう。チャンネル登録と高評価よろしくね。